日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている春です。日本語は本当に外来語が多いですね。今日はその外来語の発音の法則といくつかの例外についてお話ししたいと思います。今回は最初から最後まで全部日本語で話しますが、なるべく簡単な日本語で話しますので、皆さん頑張ってついてきてくださいね。今日はアメリカからゲストをお呼びしています。じゃあ今日のお客様、自己紹介をどうぞ。皆さんこんにちは。日本語を勉強中のハルと申します。アメリカから来ました。お名前はハルさんですか？じゃあ私と同じ名前ですね。いいえ、先生はハル先生でしょ？私はハルだから違いますよ。まあそうかもしれませんが、実際には日本語の中にある外来語は英語のような読み方をすると通じないことが多いですよ。そうなのよ。アメリカ人の私にとっては日本語の中で外来語が一番難しいんです。例えば今アメリカ人とおっしゃいましたが、日本語の発音はアメリカじゃなくてアメリカですよ。アメリカ？難しいわね。でも外来語にも発音の法則があるので、それを理解したらそんなに難しくないですよ。ところであいうえお、この5つは母音ですよね。じゃあtとかくとかぷとかは何ていうか知っていますか？Yup, I know. Consonant. 子音ですね。そう、よく知っていますね。でも日本語には以外は子音だけで独立している音はありません。必ず子音くとかぷの後に母音がついていますよね。例えばかきくけことかパピプペポとかですね。でも英語では子音だけを発音することも多いですね。例えば英語でハムという食べ物がありますが、日本語では何と言いますか？ハム？そうです。ほとんどの英語は子音にうという母音をつけるだけで日本語になります。つまりうだんの音にすればいいんです。法則1、子音は基本的にうだんの音になる。ところでうだんの音はどんな音かわかりますか？うくすつぬふむゆるとかですか？そうですね。あとはぐずぶぷなどの濁音もありますね。じゃあ英語のホテルは日本語でホテル？そう、L の音はルになりますね。じゃあ国の名前でフランスはどうですか？フランス？はい、大体合っているんですが、日本語には F の音はありません。だからフーじゃなくてフーの音でフランスと言ってください。フランス？そうです、フランス。でも気をつけなければならないのは法則2、子音の中でも T と D はおだんの音になる。つまりととどになるっていうことです。じゃあ例えば card は日本語で Yeah, I know. カード。そう。インターネットはインターネット。すごいじゃないですか。じゃあ法則3、多くの AR とか ER などの英語は日本語ではアダンの長音になります。アダンだから赤サタナ、ハマヤラワの長音ですよ。例えばハンバーガーは何と言いますか？ハンバーガー。そう。コンピューターはどうですか？コンピューター。はい、残念。日本語ではコンピューターじゃなくてコンピューターになるので注意してください。どちらかというとアメリカ英語よりもイギリス英語の読み方の方が近いっていうことなんですね。Wait. 先生はさっき
ほとんどの子音はうだんの音になると言っていたけど、そうじゃない場合もありますよね。例えば英語でケーキと言うけど、日本語ではケーキですね。どうしてケーキじゃないんですか？確かにいくつか例外があります。ケーキ以外だったら、例えば英語でステーキって言いますよね。これは日本語ではステークではなくてステーキと言いますね。これらは早い時期に入ってきた古い外来語なんです。もう一つ、ステーキとケーキに共通点があるんですが、わかりますか？ I know. ケーキ、ステーキ、どちらもクの前にA の音があるということかしら？その通り、よくわかりましたね。じゃあ、車を止めるときに踏むブレーキは日本語で何と言いますか？ブレーキですね。そうなんです。このブレーキともう一つ休憩っていう意味のブレイクという英語もスペルは違うんですが同じ発音ですよね。じゃあカフィーブレイクは日本語で何と言いますか？コーヒーブレーキ？違います。さっきのブレーキよりも日本に伝わった時期が遅かったので日本語では違う発音になっているんです。カフィーブレイクの方が新しい言葉だからコーヒーブレイク、ブレーキじゃないんですよ。Oh my goodness。なんかややこしいですね。コーヒー休みの方が言いやすいわ。キとク以外にも似たような例外がありますよ。例えば、shirt はシャートじゃなくてシャツって言いますよね。ちなみに T-shirt は T シャツですよね。じゃあ日本語のワイシャツはもともと何という英語か知っていますか？ I know. T-shirt は T という形をしているから T-shirt。ワイシャツは Y の形をしているシャツのこと？残念、違います。実は英語の White shirt がワイシャツになったんです。今では白くないシャツでも男性用のドレスシャツは全部ワイシャツと呼ばれてるんです。それは知らなかった。I didn't know。他にも元の英語は同じなのに2つの発音方法に分かれていて、しかもそれぞれの意味が違うっていう外来語もあるんですね。例えば sheet っていう英語がありますけども、一つはシーツ、もう一つはシートという2つの単語になりました。シーツは寝具のシーツですね。シートは回答用紙とかアンケート用紙などの紙のことですね。他にもあります。グラスっていう英語なんですけど、ガラスとグラス、材質を言うときにはガラス、ワイングラスなどの容器を言うときにはグラスって言ってるんですね。Wait a minute、ちょっと待って。日本語ではグラス以外に英語のカップのことをコップと言ったりカップと言ったりしていますよね。あれはどうやって見分けるのかよくわからないんだけど。はい、ちょっとこの図を見るとわかるんですが、コップはすべての cups and glasses の総称なんです。だからどんな入れ物でもコップと言っても間違いではないんですが、実はコップの語源は英語のカップじゃなくてオランダ語のカップが語源なんですよ。このオランダ語の単語は取っ手がない入れ物のことなんです。取っ手はこの部分、これが取っ手です。だからこれペーパーカップは紙コップと言います。取っ手がありませんよね。でもカップの語源は英語のカップで、日本語では取っ手があるもののことを言います。じゃあティーカップは日本語で何と言いますか？ティーカップですね。 OK。 マグはマグカップ。なるほど、その通り。じゃあ最後に気をつけたいのは、日本語の外来語は英語が語源ではないものもあるんですね。例えばエナジーはドイツ語が語源なんですけども、日本語で何と言いますか？
私ドイツ語はわかりません。はい、エナジーはエネルギーと言います。じゃあアレルギーはアレルギー？そう、その通り。じゃあブレッドはこれは知っています。パンですね。なんか変な感じ。英語でパンは鍋のことだから。確かにそうですね。日本語では底が深い場合は鍋と言って、底が浅いものはフライパンと呼んでいますよ。はる先生、いろいろ外来語のことを勉強して疲れてしまったから、そろそろコーヒーブレイクにしたいです。本当ですね。じゃあコーヒーとケーキとパンをいただきましょうか。コーヒーはホットならマグカップに入れて、アイスならグラスに入れて持ってきます。どちらがいいですか？もう頭がパンクしそう。なんでもいいです。はい、わかりましたか？外来語の3つの法則については皆さんも知っていたかもしれませんね。例えば英語のマクドナルドは日本語で何と言いますか？マクドナルドはマクドナルドですよね。マクドナルドで、少し難しいのは元々の英語は同じなのに日本語の外来語は2つの読み方があってそれぞれ意味が違う場合ですよね。例えば英語でストライクっていう言葉があります。でも日本語ではストライキとストライクの2つの外来語があります。この違いが分かりますか？ストライキは労働者が抗議して仕事を休むこと。ストライクは野球のストライクの時ですね。意味が違うのでもう2つの単語として別々に覚えた方がいいと思います。じゃあ皆さん、英語のコメントは日本語で何と言いますか？そう、コメントですよね。じゃあ皆さん、もし質問があったらコメントしてくださいね。じゃあまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。